こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、年次改良の行われたスバルの BRZ の改良ポイントをこのタイミングで追加された STI スポーツの装備内容を中心に紹介していきます。それではご覧ください。まずはグレード構成についてです。BRZ には3つのグレードが設定されており、もともとはエントリーグレードの R、ベースグレードの S のみとなっていましたが、こちらに最上級グレードの STI スポーツが追加された形となります。車両価格はご覧の通りとなっており、すべてのグレードに共通して水平対向 2.4 リッター4気筒エンジン搭載の高輪駆動モデルとなっています。続いてパワートレインについてです。今回の年次改良において、エンジン自体に大きな改良は加えられておらず、水平対向4気筒2リッターエンジンで後輪を駆動する FR 仕様となっています。このエンジンの排気量は先代の2リッターから 2.4 リッターへと拡大されており、この変更によって馬力は先代からプラス28馬力、トルクも38ニュートンアップしています。この排気量の拡大によって先代の BRZ の弱点であった低速時のトルクを補い、3700回転で最大トルクを発揮し、ボアの方がストロークよりも大きいショートストロークエンジンであるため、7000回転で最高出力を発揮するエンジンとなっています。このことから、これまでの自然吸気エンジン特有の高回転になればなるほどパワーが出る特性を担保しつつ、低速走行時のトルクが低かった弱点が克服されており、まさに先代からの成長進化といえるエンジンと言えます。実際試乗したこともありますが、MT が久しぶりの身であっても非常に待ち乗りがしやすく、高速領域でも非常に気持ちよく吹き上がっていく完成度の高いエンジンであった印象であり、STI スポーツにも改良を加えられていませんが、不満に感じることはないかと思います。続いて内外装飾についてです。まずは外反色についてです。BRZ には全7色の外反色が設定されており、グレードによって選択できるカラーに限りがあるということもありません。STI スポーツ専用色があってもいいかなと思いましたが、限定仕様ではないので、致し方ないかもですね。内装色についてです。BRZ の内装色に関しては、グレードごとにはっきりと分けられており、R グレードではブラックを基調としてレッドステッチが入ったもの、S グレードではブラック基調にレッドのアクセントが加わったもの、STI スポーツではブラックとゴールドのコンビネーションとなっています。この内装色の組み合わせはオプションでも変更不可となっており、素材に関しても R グレードはファブリック、STI スポーツは本革とウルトラスウェードの組み合わせになっているため注意です。内外装紹介に関しては、年次改良前のこちらの R グレードの車両をベースに GL86 の装備なども比較しながら年次改良ポイントを紹介していきます。外観紹介、まずはフロントフェースからです。特徴としては水平対向エンジンを模したこの字型のライトユニットや台形を逆さにしたグリルの形状、突き出した流線形のノーズ形状が挙げられますが、今回の年次改良においてフロントフェースの形状に変更は加えられていませんが、STI スポーツではグリルラインに STI のエンブレムが配されることと、ヘッドライト内の BRZ ロゴがチェリーレッドとなることで特別感が演出されています。GL86 にはこのようなグレードによる差別化ポイントはないので、少し嬉しいポイントですね。年次改良によって変更は加えられていませんが、タイヤハウス内への空気の流入口が設けられていたり、大外交のグリルによるエンジン冷却の実現など、デザインと機能性を両立しつつ、非常にかっこいいフロントフェイスとなっています。サイドに回り込んできました。BRZ のボディサイズは、全長が 4265mm、全幅 1775mm、全高 1310mm となっています。ロー&ワイルドなシルエットを形成しつつ、取り回しのしやすい、軽量感を感じるボディサイズとなっています。フロント対後ろのエアダクトがアクセントとなっており、そこからつながるサイドスカート周りのラインがリアフェンダーに向けて駆け上がり、FR 車らしいリアのボリューム感を強調するデザインとなっています。ルーフのラインもボディ後端まで滑らかに下がり、控えめではありますが、トランクスポイラーによって空気を跳ね上げる造形となっています。
このサイドのデザインに関しても、今回の年次改良において変更はありませんが、STI スポーツではドアミラーがブラック塗装となっていることで差別化ポイントとなっています。ホイールデザインに関しては、今ご覧いただいている R グレードの仕様のホイールがご覧の通りとなっており、タイヤサイズが 215-45R、17インチとなっています。それに対して S グレード、STI スポーツではご覧のホイールデザインとなり、タイヤサイズも 215-40R、18インチとなり、グレードによって異なるデザイン、サイズとなります。また、STI スポーツのみの装備として、ブレンボ製のゴールドキャリパーブレーキがオプション装備となっていることと、日立厚モ製のフロントダンパー、STI チューニングのリアダンパーが標準装備されていることで、よりスポーツ走行に特化した仕立てとなっています。GR86 の場合、ブレンボ製のブレーキ、足回りの特別装備の双方がオプションであったので、STI スポーツ仕様のお得感が際立ちますね。リアに回り込んできました。この片側のフロジにも見えるテールランプのデザインは、ヘッドライト同様、一目でスバルとわかる統一性を感じるものとなっています。マフラーは左右2本立ちのデザインであり、リアのフェンダーの膨らみなど、スポーツカーらしいデザインが盛り込まれたデザインとなっており、こちらも年次改良では手は加えられていません。STI スポーツの場合は、フロント同様、STI のエンブレムが入っていることで差別化がされています。内装紹介。まずはトランク容量からになります。特に変更は加えられていないですが、トランク容量はこのようになっており、クーペのため高さ方向に余裕はありませんが、左右方向はしっかりえぐられていることと、目撃方向もそれなりのスペースがあるため、機能性は高そうです。床下収納はそこまで確保されていませんが、ちょっとした工具などをしまうことができそうです。また、後席をトランク側から倒すことができ、後席を倒すと、広大かつフラットなスペースを確保することができます。BRZ に寄り塗る機会はそうそうないと思いますので、実質これだけのスペースを日常に使えるというのは、かなり実用性が高いと言えます。続いて、運転席周りになります。ドア内張りはこのようになっており、R グレードの内装であるため、ファブリック素材とレザー調素材の組み合わせに、レッドステッチが加わった仕立てとなっていますが、S グレード、STI スポーツでは、レザーとブランドームの組み合わせとなることで、高級感が高められているとともに、STI スポーツでは、ドアアームレストの体がボルドとなることで、よりスポーティーな雰囲気となっています。サイドシールが太めかつ、ルーフの高さも絞られているので、乗り込む際はスポーツカーなので仕方ないですが、少し窮屈です。ステアリングはこのようになっており、スバルのロゴに赤いステージが施された本革巻きのステアリングとなっています。左側にオーディオ操作系、右側に運転支援系のスイッチが配されています。GR86 の場合、年次改良において、左側のボタンに音声認知のスイッチが追加されましたが、PLZ の場合は、もともと装備されていたようですね。メーターはこのようになっており、7インチの液晶メーターが装備されています。中央にタコメーターを配したスポーティーなデザインとなっており、各種情報表示に加えて、液晶メーターの特性を生かした表示モードの切り替えが可能となっています。STI スポーツの場合、ボクサーエンジンを模した表示のフィスルがレッドとなっていることで、より雰囲気を高めてくれる細かな工夫が施されていたり、メーターバイザーにブランノーブとレッドステッチが施されていることで、質感も高められています。今回の年次改良のトピックとして、予防安全装備のアイサイトが追加されることが挙げられます。この機能が搭載されることで、先行車をカメラで認識し、衝突を回避するように支援するプリキャッシュセーフティや、一定の車間を保ったまま低速で走行するレーダークルーズコントロールの機能が MT 用でも使用可能となります。MT 用独自の機能として、演出状態であってもブレーキ圧を担保し、感電停止までブレーキを保持する機能が備わっていたり、MT 用の制約として、車速30キロ以上、2から6速以上でのみ使用可能などがある点が注意ですが、クラッチを切っても5秒以内であれば機能が維持されるなどといったドライバーの違和感につながらないよう配慮もされているということですので、ドライバーの負担はかなり軽減されるものと思います。
運転席からの視界はこのようになっており、スポーツカーらしく上下幅はかなり狭いですが、ドアミラーと A ピラー間の視界が確保されていたり、ナビが視界と被らないような配置になっているなどの工夫が凝されていることで、スポーツカーの中では視認性はいい方だと思います。ナビ画面はこのようになっており、このレンタカーには車外ナビが取り付けられていました。BLZ にはナビがディーラーオプションとして全グレード選択することになります。そのままですとナビレスとなってしまうので注意です。その下にはエアコン操作系のスイッチが物理ダイヤル、スイッチとして配されており、ブラインド操作もしやすい配慮がなされています。その後ろにはレッドステッチ付きの MT シフトノーが配されており、その後ろには車好きには嬉しい手引きのサイドブレーキがあり、トラクションコントロール系スイッチとシートヒーターのスイッチが配されています。シートヒーターに関しては R グレードのみオプション装備、それ以外のグレードでは標準装備となっているので注意です。ご覧になっている R グレードおよび S グレードではエアコン操作ダイヤルはスイッチ類がシルバーとなっていますが、 STI スポーツではブラックとなっており、ボルドーの内装色と相まってより引き締まった内装の雰囲気となります。また細かなところですが、エンジンスタートスイッチにも STI ロゴが配されています。その後ろには蓋付きのペットボトルホルダーが備え付けられており、スポーツカー基準ではありますが必要十分な収納が担保されています。シート形状はこのようになっており、こちらは R グレードのためファブリック素材シャツとなっていますが、サイドの張り出しが立体的かつ非常にしっかりしており、スポーツ走行において体をしっかりさせたところで安心感の得られるシートとなっている印象です。S グレードおよび STI スポーツグレードのシートはこのようになっており、共に素材がウルトラスウェードと本革の組み合わせになっていることで質感が高められているとともに、 S グレードではレッドのアクセント、 STI スポーツではブラックボルドの組み合わせになっていることでよりスポーティー感が高められています。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。またブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していくよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。